恋人になってからもトウはいつものようにジュンシーの家を訪れる。しかし親の目が離れたほんの一瞬、ジュンシーが差し出したおかずを指ごと舐めてしまう。家族の中で穏やかに笑うジュンシー。その姿を見てトウの胸に自分が彼を家族から奪ってしまうんじゃないかというじわりとした不安が芽生え始めていた。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。ジュンシーのインターンはうまくいかない一方で、トウは職場で高く評価され、出張まで任されるほど多忙になった。以前のように会えない日々が続き、ジュンシーは胸の奥にぽっかりと空白を感じ始める。子供の頃からずっとトウは当たり前のようにそばにいてくれた。だからこそその存在の大きさに気づけていなかった。もう我慢できず、戻ってきたトウに会いたかったと素直に抱きつき、手を離そうとしない。そしてジュンシーはついに同居を決意する。引っ越しのシーンはあまりにも甘すぎて、枯れた花でさえ一瞬で蘇生しそうなほどだった。トウは君のいる場所が自分の全世界だと告げ、用意していたペアリングをジュンシーの指にはめる。そのタイミングでジュンシーの兄が息子を連れて突然現れる。とっさに指輪をズボンの後ろポケットに隠すジュンシー。その姿を見た瞬間、トウの胸に説明のつかない苦しさが走る。兄は父と話すため一日だけ息子を預けていく。しかしジュンシーが子供に気を取られる中、トウは取り残されたような孤独を感じてしまう。まるで子供とのジュンシー争奪戦をしているかのように。翌朝、兄が息子を迎えに来ると、子供は無邪気にこう告げる。昨夜おじさん2人は抱き合って寝てたよ。兄は驚きながらも何も言わず帰るが、その後ジュンシーの携帯には付き合っているのかというメッセージが何度も届く。悩み続けるジュンシーを見て、トウは自分のせいで苦しませていると強く自責する。ジュンシーが口を開いたその瞬間、ジュンシーの母から父が入院したと連絡が入る。病院へ駆けつけると、父は胆石で手術の予定。命に別状はないと分かって安堵する一方で、ジュンシーは父が入院している今でも自分とトウの関係がバレることを気にしてしまう。なんて身勝手なんだと自分を責め始めてしまう。それを聞いたトウは耐えきれずに別れようと言ってしまう。ジュンシーをこれ以上苦しめたくない思いだけだった。普通の友達に戻ろうと続けたその時、母が現れ、ジュンシーは何も言えないまま家に連れて帰られてしまう。職場でミスを連発するトウに、上司は彼氏と何かあったのかと確信をつく。自己犠牲のつもりで別れたんだろう。でも本当はお前がジュンシーに選ばれない未来が怖かっただけじゃないのか。その言葉はトウの胸に突き刺さる。家に帰るとトウは泣くしかなかった。子供の頃こうして泣いていると必ずジュンシーが見つけて手を差し伸べてくれた。その記憶だけが痛いほど優しかった。一方ジュンシーは父の容体が落ち着くまで実家にいることにした。しかし兄に問い詰められ、親に反対されてもトウと一緒にいたいのか。その言葉にジュンシーは涙をこぼしながら、たとえ反対されても一緒にいたい、大好きだからと初めてはっきりと言葉にする。翌日ジュンシーはトウを子供の頃から2人で遊んでいた公園へ呼び出す。そこでもう後戻りはできないとはっきり伝えた上で、自分の気持ちは好きではなく愛だと告げ、トウの手を強く離さなかった。トウは驚きながら、ずっと自分が無理に押しかけていたからジュンシーは仕方なく付き合ってくれていたのではないかと思い込み続けていることを打ち明ける。胸の奥に溜め込んでいた不安や自己猜疑を全て吐き出すように先に別れを言ったのも、振られる未来が怖かったからだと声を震わせながら告げた。トウの不安を全て拭い去るため、ジュンシーはトウの手を取り、そのまま家へ走り出す。そして父と母の前で付き合っていることを告白しようとする。しかしその瞬間、両親は微笑みながら、もうとっくに知っているよと答えた。本気の好きは隠そうとしても必ずにじみ出てしまう。だからこそ家族は何も言わず、最初から遠くで見守っていたのだった。翌日ジュンシーはトウとのアパートに戻っていた。そしてトウにもう一度指輪をはめてほしいと静かにお願いした。その瞬間の甘さは息ができなくなるほどで、見ているこちらの胸の奥まで強く揺さぶってくる。本当に幸せにしてくれる愛しい作品だった。また次回お会いしましょう。ではでは。